こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は8体初めての死亡事故となった、2000年鈴鹿8時間耐久ロードレース事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。2022年は鈴鹿8体あるっぽいわね。8体、待ってました。F1 の日本グランプリもありそうだな。どっちも2020年、2021年はコロナの影響で中止だったから、ファンはもう限界なんだぜ。開催が本当に楽しみだ。というわけで今回は2000年の8体を取り上げてみたいと思うぜ。頼むわね。2000年の第23回大会の目玉は主に次の3点だった。1、ホンダが3連勝しており前人未到の4連覇がかかっていた。2、ホンダはこれまで6年間使用してきた 750cc4 気筒の RVF に代わり、新開発した 1000cc2 気筒の VTR1000SPW を投入。その速さが注目されていた。3、なんと世界からバレンティーノ・ロッシが8体に参戦。当時のロッシはまだ MotoGP ライダーではなかったが、下位クラスで無敵の強さを誇っていた。ロッシは1999年にロードレース世界選手権 250cc クラスで、8対2回優勝の鵜川徹を下しワールドチャンピオンを獲得。MotoGP クラスへの進出が確実視されていた。8体でロッシ見れたの？最高すぎる。ロッシは今となってはヤマハブルーのイメージだが、当時はヤマハと契約したことはなく、ホンダで8体に出た。8体の過酷さは有名で海外ライダーは8体を避けていたが、ロッシは逆に8体出場を条件にホンダと契約したそうだ。日本のレースに興味を持ってもらえて光栄ね。まあレース後、ロッシはひどく後悔することになるんだがな。ともあれ、そんな話題を振りまきつつ2000年の8体は開幕した。鈴鹿サーキットの魔物は早速ホンダチームに襲いかかったようだ。昨年の優勝チームのエースライダー、岡田忠之が木曜日のフリー走行で転倒。左足首を負傷した。ホンダワークス勢は3チームエントリーしていた。鵜川徹加藤大二郎ペア、コーリンエドワーズロッシペア、そして昨年の覇者、岡田忠之と、安定した速さに定評のある伊藤真一のペアだ。3チームとかなんか鉄壁の布陣ね。岡田が怪我で走れなくなったが、こんなこともあろうかと第3ライダーが登録されている。鎌田学が伊藤とペアになった。決勝レース前日のタイムアタック、いわゆるスペシャルステージではライバルチームが奮闘した。トップはヤマハレーシングチーム、2番手は川崎レーシングチーム。ホンダワークスの3チームは4から6番手だ。あれ？バイクって今みたいな 1000cc の R1 とか 10R じゃないのね。750cc なの？ああ。当時のスーパーバイクカテゴリーは4気筒 750cc、2気筒 1000cc というレギュレーションだ。8体前夜祭、TRF のミニコンサートが開催されるわ。ヘリのフライバイ飛行が披露されるわ。とんでもなく豪華だった。なんでそんなゴージャスなのよ。行けた人ほんとよかったわね。80年代後半のバイクブームが去って来場者数は減少の一途だったからな。人気を取り戻そうと必死なんだぜ。決勝レースは2000年7月30日の日曜日。開催。8万人が来場した。ちなみに今も7万人とか8万人だ。ピークは1990年で16万人が来場していた。1日8万人とか聞くととんでもない数に思えるけど、昔はもっとすごかったのね。レースは混戦模様でスタート。熾烈な先頭争いの中、ポールポジションのヤマハレーシングチームがスタート35分後 230R で転倒。リタイアは免れたが優勝争いから脱落する。だんだんと2位以下を離し始めたのがロッシのチームだ。しかしロッシも32周目、ヘアピンでまさかの転倒を喫する。トップ集団が連続して転倒とか、魔物いるわねこれ。その32周目、もう一人転倒した選手がいたんだ。山川学習塾チームの山川守選手だ。山川さんは最も速度の出る西ストレート先の 130R を時速200キロ前後で曲がろうとして、スリップダウン。砂のランオフエリアをバイクと共に滑走し、その先にある衝撃吸収用のバリアに打ち付けられた。残念ながら打ちどころが悪く、山川さんは帰らぬ人となった。去年47歳。鈴鹿8体、初の死亡事故となってしまった。なんてこと、山川さんはどうして転倒してしまったのかしら？当時の記事などを調べたがちょっとわからなかったぜ。他車と絡んでの転倒ではなく、単独事故だ。直前の西ストレートでは時速250キロ以上出るから、オーバースピードは考えられるな。もちろんマシントラブルの可能性もある。長いストレートでエンジンが焼き付いて後輪ロックとかな。技術のあるライダーさんだったのかしら？あるも何も大ベテランだ。
なんとプライベーターとして第1回の1978年大会から参加し、8体は今大会で18回目だった。名古屋で学習塾を経営する傍ら、レース活動を続けていた。事故後、学習塾は親族の方が引き継いだようだ。なおレースだが、2人の転倒でセーフティーカーが入り、コースクリアが行われた。そこからは川崎レーシングチームとホンダの鵜川加藤組のトップ争いが長く続くことになる。トップはホンダ。お互いミスはなかったが、徐々に差は開き、30秒以上の差になった。レース後半、川崎は転倒覚悟でペースアップし逆に差を詰め始める。このペースで行けばゴールまでに川崎が逆転する可能性もあった。しかし172周目に川崎の井筒一康が S 字で転倒。もうホンダと同一周回数で争うチームはなく、勝負が決まった。またしても転倒。終わってみれば、ホンダが新マシンで V4 達成。周回数は215周で最多。鵜川は日本人初の8対3勝。などなどホンダの圧勝だった。川崎すごく惜しかったわね。ああ。川崎悲願の8対優勝はそれこそあの2019年。最終ラップの最低で大揉めしたレースまでお預けになる。なおホンダだが、ロッシエドワーズ組はリタイア。伊藤鎌田組は途中、転倒もあったが挽回して8位だった。あれていうか参加マシンは4気筒 750cc までよね。なんかハヤブサとかいるんですけど、同一排気量だとワークスチームに勝てるわけないからな。ワークスチームといい勝負ができるように、排気量制限がないプライベーター用のカテゴリーがあったようだ。6位に入ったのは吉村がフルチューンして限定発売したハヤブサで、直線はワークスマシンをぶち抜く速さだったそうだ。亡くなった山川さんが乗っていたのも 750cc より大きい ZX9R だ。他にも ZX12R で出場するチームもあった。レーシングマシンとメガスポーツツアラーが同じ8体で戦うとか、最高に熱いわね。スーパースポーツとメガスポーツの速さ対決は今でもみんな大好きだからな。で、ここからは後日談をいくつか紹介していくぜ。デビューイヤーに優勝を飾った新型 VTR 戦 SPW だが、以降も優勝を重ね、おなじみ CBR 戦 WR がデビューする2004年までホンダのワークスマシンとして大活躍した。また、ロッシは悲願の8体出場を達成したわけだが、ロードレース世界選手権の合間に何度も日本に来ての調整、本番のレースは鬼の暑さ、ときてすっかり8体アンチになった。しかし契約上2001年の8体も出場せざるを得なかった。勝てば以降の出場が免除されることから2001年大会では驚異の奮闘を見せ、なんと優勝する。いくら負のパワーが働いてもそうそう勝てるもんじゃないわよね。さすがロッシだわ。イタリア人ライダーの優勝は8体史上初だった。そして山川さんの事故があった鈴鹿サーキットの 130R だが、2002年にも F1 日本グランプリの予選でトヨタのアラン・マクニッシュ選手が縁石でスリップ。ランオフエリアを滑走し、ガードレールを突き破って止まった。マクニッシュ選手は無事だったがマシンは粉々だった。ガードレールを突き破るって、大クラッシュね。無事だったのは奇跡ね。その後、どうやら FIA から 130R の危険性について指摘があったようだ。確かに狭くて、急で、ブラインドコーナーという3アウト状態だったからな。事故から4ヶ月後、これまで単一のコーナーだった 130R は、入り口に狭く急な 85R、奥に進むと広く緩い 340R を持つ複合コーナーへと改修された。2003年2月のことだ。コースが広くなった上にコース外が舗装されたため、万一コースアウトしても挙動を乱しにくくなっている。ちなみに 130R じゃなくなってもコーナー名は 130R なのね。あそこは曲がるのにドライバーの度胸が試される、鈴鹿サーキットを代表する名物コーナーで、名前が定着しすぎてるから変えづらかったのかもな。それに最近の F1 はここを、時速300キロ以上で曲がるからな。幹線の迫力は改修前以上だ。鈴鹿の名物コーナーとしてのポジションは変わってないぜ。以上、今回は2000年の鈴鹿8時間耐久ロードレース事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。